UV レジンカラフルハーブのティーポット。こんにちは、いらっしゃいませ。今日はどうされますか？いつものやつ。実は今日おすすめがございまして、こちらのピンクのハーブティーとブルーのハーブティーがございます。こちらのブルーの方はリラックス効果が期待できまして、ピンクの方は明るい気分や楽しい気分にさせてくれます。はい、かしこまりました。早速入れてきますね。実は今日はティーポットから作っていこうと思っているんですけれども、今回こちらの合わせるタイプのシリコンモールドを使いたいと思います。こちら実は常連さんからいただいたもので、すっごく綺麗なティーポットが出来上がるんですよ。それでは一緒に作っていきたいと思います。で、こちらはセリアさんのゴールドの石を使いたいと思います。メタリック調が綺麗ですよね。蓋の部分にゴールドをあしらって少しゴージャスな雰囲気にしたいと思います。このくぼみのところにレジン液を少し垂らして、このゴールドのパーツを埋めていきます。はじめにこちらの蓋の部分の持ち手をゴールドで作っていくと綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。こんな感じで配置ができましたら、少し沿わせてモールドに沿わせて、レジン液がこぼれないように気をつけながらパカッと合わせていきます。そしたらしっかり持ってレジン液があふれないように設定をして、まずはここで一旦硬化します。はい、焼き上がりました。この部分だけレジン液で硬化されているという感じですね。それでは作業しやすいようにピンセットに挟んで、こんな状態でこの辺りまでレジン液を流していこうと思います。ハーブティーはですね、しっかりと沸騰させたお湯にハーブを入れて蒸らすことが大事ですので、まずはお湯をしっかり沸かしていきたいと思います。それでは火にかけます。はい、しっかりお湯沸いてますね。いい感じです。それでは早速ハーブを入れていきましょう。今回はこちらのピンクのお花、とってもいい香りですね。はい、結構使いました。こちらのドライフラワー、そろそろなくなりそうです。それではこの辺りまで、レジン液を流していきます。これで何回かに分けることによって好きな配置にお花を設定することができます。それではまずは最初にこちらのホワイトのお花を入れていきます。今ピンセットで挟んでおりますが、しっかりと反対側の手でモールドを押さえておくことをお勧めします。やっぱりどうしてもレジン液が流れてきてしまうので。はい、そしたら次はこちらの淡いピンクのハーブを入れていきましょう。こちらはですね、なんと美肌効果も期待できるとっても甘い香りのするハーブなんです。嘘ですけどねはい、それではこれで薄い色から入れていってグラデーションを作っていきたいと思います。そしたらスティックで少し沈めておきます。こちらの赤いお花なんですけれども、こちらはなんと美白効果も期待できるんですよ。酸味は少し強いんですが、お肌にとってもいいので、今回はこちらも入れておきますね。で、これ茎が長いので好きなところに設定がしやすいです。ピンセットで持って好きなところに配置をしたら、じっくり蒸らしていきたいと思います。はい、とってもいい香りが広がってきました。そしたらですね、こちらの茎の部分をカットしていきたいと思います。でもこれは捨てないですよ。この茎の部分にもしっかりと栄養素が入っているので、こちらカットして、しっかりと中に入れておきます。この赤いカラーがアクセントになるので、見た目も綺麗なハーブティーとなります。はい、そしたら今度はこの辺りまでレジン液を流していきたいと思います。たっぷりお湯を注いで、もう少しですね。はい、そしたらまたこちらのピンクのお花を入れていきたいと思います。で、今回はこちらのお砂糖を少しだけ
足しておきたいと思います。本来ハーブティーにはあまり入れないんですけれども、今回酸味が強いので少しお砂糖を足しておきました。これでほんのり甘い味になるんじゃないかなと思います。このお花綺麗ですよね。ピンクを入れていきます。最初に入れたピンクよりも少し濃いめの色なので、ここで綺麗にグラデーションを作っていきます。こちらのピンクのハーブもまた足しておきますね。たっぷりとハーブを入れてじっくりと蒸らしていきます。それではこちらの飛び出ている茎もしっかりカットして、中に入れておきたいと思います。それでは最後にこちらの濃いピンクのハーブを足していきたいと思います。ハーブティーはですね、ブレンドさせるととても効果が高まりますし、このように刻んでいくとすごく香りが広がりやすくなります。なのでこの方法もおすすめです。これはですね、下の方にたっぷりとカラーを入れておくと外側から見た時に綺麗なグラデーションになるので、ガラスのポットで入れるハーブティーの楽しみ方の一つでもありますよね。はい、そしたらしっかりと沈めていきます。スティックなどを使ってレジン液の中にしっかりと浸したら硬化をしてこんな感じで仕上がりました。今ちょうどこの辺りまでレジン液が入っている状態です。色が出ましたね。それでは最後、またレジンを足してゴールドをあしらっていきたいと思います。これ本来はですね、おそらくモールドの形からするとここまでは埋めないと思うんですけれども、私は今回蓋の部分と底の部分を合わせて少し立たせるような印象にしたかったので、ここまでしっかりと埋めていきました。ここはお好みで調整してください。はい、それでは焼き上げていきたいと思います。はい、焼き上がりました。いい感じですね。それでは早速、取り出していきたいと思います。少し溢れているのが見えるんですけれども、ここはですね、バリを取っていけば大丈夫ですので、はい、綺麗に焼き上がってますね。このレジン液すごくサラサラしているので、こういった立体モールドに使う時にすごく使いやすかったですね。適度な粘度もあり、サラサラしているのでこういった形作りやすかったという感じです。それではですね、結構バリが出ているんですけれども、こちら手でパキッと折っても大丈夫なくらい薄くなっております。柔らかい状態なので、これはですね、ニッパーやハサミを使ってカットしていけば大丈夫です。このモールドの外側の溝の部分があることでバリをカットしやすい状態になっているんですね。それではニッパーを使って少しずつカットしていきます。すっきりしてきましたね。あとは細かい部分を、少しずつカットしていって、気になる部分があったら、少し削ったりしてコーティングという形になります。この取っ手の部分のところもかなり薄い状態だったので、すんなりと取ることができました。とってもいいモールドですね。はい、こんな感じで綺麗にバリを取ることができました。
お待たせいたしました。もう少しでハーブティー入りますのでね。それでは、ここの部分にゴールドのブリオンをあしらって、さらに可愛らしく装飾していきましょう。スティックに、レジン液をほんの少しだけ取って、このへこみの部分に沿わせるようにして流していきます。そしたら、ブリオンを取って並べていきます。これですね、少しくぼみになっているので、そのところにちょうどブリオンが入っていってくれましたので、簡単に並べることができました。くるっと一周させようかなと思います。蓋のゴールドの部分と、底のゴールドの部分と合わせてもいいかなと思います。はい、上から見るとこんな感じです。一周できました。最後、微調整をしてしっかりとラインを整えたら硬化します。意外とですね、これ触ってて崩れやすかったので、あまり触らずにラインが決まったらすぐに硬化してください。はい、硬化が終わりました。可愛らしい飾りとなりました。それではですね、今日は最後に一粒クリスタルをどこに配置しようかなと考えた結果、こちらのポットの注ぎ口の先端部分に一つつけようかなと思います。このクリスタルをつけるとキラッとするので、ポットからお茶を入れた時に見える雫のように見えればいいなと思い、こちらに配置しました。で、少しバランスを取るためにここにも配置をしておきます。この取っ手の部分すべてゴールドにしても良かったなと思いました。ですが注ぎ口クリアなので、今回はクリアで、作っていこうと思います。反対側にもストーンを一つポンと配置をして硬化したいと思います。はい、焼き上がりました。完成です。キラッとしていいですね。この取っ手の持ち手の部分と、先端部分ですね。そしたら、ポットの蓋の部分のゴールドのところを少しコーティングをして艶出しをしておきます。周りのポットの本体の部分に、レジン液をコーティングして艶出ししたかったんですけれども、せっかくのくぼみがあるので今回はこのままでいきたいと思います。はい、硬化が終わりました。完成です。グラデーションもしっかり綺麗に出ているので、そして赤いお花もアクセントになっていいかなと思います。はい、大変お待たせいたしました。ハーブティー出来上がりました。こちらブルーの、ハーブティーですね。こちらはですね、ピンクのハーブティーを入れる前に入れてたんですけれども、こちらはこういった爽やかな紫とブルーのハーブティーとなりました。それでは早速入れさせていただきますね。今日はピンクのハーブティーでしたよね。ぜひ次回はこちらのブルーのハーブティーをお試しください。ブルーのハーブティーはリラックス効果が高いので、寝る前に飲んだりすると寝つきがとても良くなりますよ。あとはですね、いつでも持ち歩けるようにこの取っ手の部分に丸カンやチェーンなどを通してカバンにつけたりキーホルダーにつけたりすることもできますのでね、いつでもハーブの香りを楽しみたい時はそんな感じでアレンジしていただけるといいかなと思います。はい、それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。 UV レジンカラフルハーブのティーポットでした。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok にも店舗がございますので、ぜひご来店お待ちしております。